皆さん見てください。めっちゃいい感じじゃないですか。正直ね、色はね、赤にしようと思ったんですけれども、結局白にしちゃいました。僕のね、肌の色に、馴染んでいい感じだと思うんですけれども、今回はね、皆さんご存知の通り、Apple Watch シリーズ6のレビューをね、していきたいと思います。冒頭でね、映像を見ていただいたと思うんですけれども、Apple 製品はもうプロダクトがもう洗練されまくってるので、動画をね、作りたくなるんですよ。今回はちょっとアップデートして、イメージ動画を作る、かつ、レビューをね、皆さんにお届けしたいなというふうに思っております。ぜひ最後までご覧いただけたら幸いです。Apple といえばね、世界一の時価総額を誇る企業で、僕も大好きなスティーブ・ジョブズとウォズニアック2人が創業した、企業になっています。以前ね、動画でもお伝えした通り、プロダクトとか、広告とか、もう全てにおいて僕はね、世界でトップレベルだと思っていまして、プロダクトをね、店舗で見た時から、もう、そして開封、そして使用感、で、継続して、使ってみる。全てがね、この Apple の価値だと思っているので、その体験をね、皆さんになるべくお伝えできるように、全ての過程をまずお伝えしたいと思います。まずね、僕はね、ネットで購入したんですけれども、到着が1、2週間後になると。めっちゃ遅かったので、もう電話して、もう急遽キャンセルして、店舗に行ってきました。表参道店ですね。で、発売数日後にもかかわらず、めちゃくちゃ並んでいて、で、なんとかね、入店できたので、目的の Apple Watch シリーズ6を手に取りましたと。で、予約していたのは、レッドなんですよ。なんですけれども、ソロループ。この新しいソロループの、在庫的に相性がいいやつがなかったので、もうギリギリのタイミングで白に変更して、もう決めちゃいました。Apple Watch シリーズ6から新しく登場したのが、レッドとネイビーだったので、それがね、手に入らなくて結構残念なんですけれども、シンプルかつ、Apple っぽいので、この白がね、すごく気に入っています。店員さんもね、すごく親切で、終始気持ちよく、買い物ができましたと。それではね、実際にこちらで開封していきたいと思います。はい。この体験がね、最も貴重な瞬間なので、なるべくその感覚を皆さんにお伝えできるような開封をしたいと思います。まずね、フィルムを剥がしますと。これね、何万回やっても僕飽きないと思うんですよね。で、お弁当箱のように、この蓋を開けたらドン！はい。ここでね、感動してしまうデザインなんですけれども。蓋を開けたら、はい。Apple Watch は、ケースにかぶさっているんですけれども、見てください。本当に綺麗です。めちゃくちゃ洗練されてる。はい。で、次にね、Designed by California っていうこの文字が毎回記載されていて、そこにはね、充電器などが入っています。で、Apple Watch シリーズ6の、パッケージから、電子廃棄物になる、AC アダプターは、取り除いたんですよね、今回。で、環境保護にも取り組んでいるっていう、この Apple の意図が、伺えるんですけれども、先日僕はね、GoPro の Hero 9をレビューしたと思うんですけれども、GoPro さんもそういった、環境保護に向き合っていて、個人的にね、嬉しく感じました。はい。でね、実際にこの Apple Watch シリーズ6、腕につけてみたんですけれども、もう、めっちゃいい感じなんですよ。新しいバンドであるこのソロループっていうものをね、今回は購入したんですけれども、超フィットしてるので、ここまで来たら完全にもうウェアラブルと言いますか、この密着度なら、もう寝ている時もつけたくなるようなフィット感。はい。でね、取り付ける時にちょっと煩わしさがあるんですけれども、それを加味しても、このソロループはすごく好きだなというふうに感じました。で、ソロループだけじゃなくてね、一応このスポーツバンドも購入したんですけれども、使うことはあんまないかなと思っています。はい。で、こちらね、僕以前使ったのが Apple Watch シリーズ4なんですよ。なので、僕がね、以前から使ってる Apple Watch、そして Apple Watch シリーズ6の比較というか、使ってみた感想をね、皆さんに、的確にお伝えしていこうと思います。早速ね、Apple Watch シリーズ6の主なポイントを伝えたいと思います。まず1つ目、血中酸素量が測定可能。で、2つ目、常時高度計に進化しました。で、3つ目、睡眠トラッキングに対応。4つ目、S6 チップ搭載で 20% 性能が向上しました。で、5つ目、ニューカラー、ブルー、レッド、ニューバンドのソロループが、追加されたということですね。まず1つ目から、血中酸素濃度が測定可能になりました。おめでとうございます。はい。と言ってもね、最初僕が聞いたときは、いらなくないかっていうのが
本音です。これはもう本音です。知識がなかったのですいません。いろいろね、調べたら、ユーザーにとって、で、かつ社会にとって、Apple にとって、もうとってもね、重要な、機能だったんですね。で、Apple 公式ホームページにも、一番上に記載されているんですけれども、そのぐらい Apple が押し出したいポイントなんですよ。ちょっとね、少し話が変わるんですけれども、新型コロナウイルスによって、パンデミックの初期の段階で、アメリカでは、感染が疑われる全ての患者が PCR 検査を受けるだけのキットがなかったんですね。で、そこで軽症の患者は追い返されて、で、重症化しそうな患者だけが PCR 検査を受けることになったんですけれども、この時ね、治療を必要としない、軽症患者か診断を必要とし即入院の可能性がある重症患者かの決め手となった要素の一つが血中酸素濃度のセンサーで測定した、数値だったんですね。いざとなった時に判断できるのはとても良い機能だと思いました。で、そしてね、設定で、自動で検出してくれるモードもあるので、睡眠中とかに。なので、すごくね、気軽に、酸素を測ることができるので、家族のためにプレゼントするのが、今のところ一番いいのかなと思いました。両親とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、はい、プレゼントしましょう。次に2つ目、常時高度計に進化しました。以前はね、ワークアウト時にしか、測定できなかったのに対して、シリーズ6では常に計測可能になったので、登山ね、大好きな方にとっては嬉しいですね。僕も結構登山するんですけれども、ただね、高度を測定するにおいて、何のメリットがあるのかちょっとよくわかんないので、ぜひね、皆さんのご意見をお聞かせください。コメントいただけたらと思います。次に3つ目、OS のアップデートで、シリーズ6でなくても使用できちゃうんですけれども、睡眠時の心拍数とか寝ている時の動きなどを計測して、睡眠時の状況を判断することができるようになりました。睡眠のね、質が良いと1日の生産性が大きく変わるので、この機能はね、ぜひ、使ってみたいと思っています。なのでまた感想をお伝えします。次に4つ目。S6 チップが搭載されたことによって、電力効率以外において、20% 性能が向上しました。で、Apple Watch はね、シリーズ、4を使ったんですけれども、さすがにね、使用感の違いがあるかって言われたら、さすがにわかんないです。ただね、やっぱり 20% もアップしたってことなんで、一つ一つの操作が、シームレスになるんじゃないかなというふうに感じています。次に5つ目です。ニューカラー。ブルーとレッド、そしてニューバンドのソロループが、発売されました。新しいカラーである、ブルーとレッドですね。実際に手に取ってみたんですけれども、光沢のない、綺麗なね、赤色だったので、よりね、高級感がありました。今後もね、多分いろんなカラーが出そうなので、Apple Watch で自分好みの、配色に、するのが、すごくね、良いかと思います。はい。でね、僕はね、Apple Watch は右手につけているんですけれども、最もね、僕がね、Apple Watch の素敵だなと思うポイントがですね、やっぱり決済なんですよ。クイックペイとか、Suica とか登録できるので、電車乗るときだったらそのまま右手で、ピッってやるだけ。通知コンビニでね、買うときとかも右手でピッてやるだけ。なので、この体験をね、しちゃうと、もうポケットから携帯出してピッとかはできないですね。で、そして Apple Watch をつけたらですね、PC とかのロックも自動で解除してくれたりとか、通知来ても一瞬で見れたりとか、あとは音楽を聴いたり、ここで電話したり、Hey Siri したり。そうなんですか。はい、すいません。はい。今回のね、Apple Watch シリーズ6の、アップデートをね、見る限り、Apple のこの、なんて言うんだろう、医療産業への挑戦が僕はね、すごく伺いました。ちょっとね、踏み込んだ話になってしまうんですけれども、心電図はね、現在日本で、使えなかったりとか、まだ実現は難しそうなんですけれども、将来的に、5G が普及して、リモート診察が可能になって、スマートフォンで診察して、メディカル情報を Apple Watch からリアルタイムで送信するとか、そういった未来とかも全然ありえますよね。で、リモート診察とかの併用で、必要なね、処方箋を電子決済で発行してもらったりとか、薬局で、入手したり、で、あとは感染症対策にもなるかもしれないですね。なので、業界をね、根本から変える第一歩になるんじゃないかなというふうに僕はね、思っています。で、Apple CEO のティム・クックも、医療に関しては Apple の事業の中で最も人類にとって最大の貢献と言ってるくらいなので、Apple をより成長させるのには、すごくね、合理的なんだなというふうに感じています。一ファンとして動画クリエイター兼起業家の視点からね、今後も踏み込んだレビューとかクリエイティブな
表現とかをしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、Apple Watch ね、かなりおすすめできるプロダクトなので、ぜひ検討してみてください。それでは皆さん、さようなら。